ドルラバの後から仕事の依頼が来なくなった理由は分かった。けど、その光は決して消えてはいけない。常に輝き、ファンを照らし続ける責任がある。折れてファンを暗闇に突き落とすようなことはあってはならないんだ。どうすればいいんだろう。過去はどうしたって変えられない。こんなこと、みんなになんて言えば。はるかちゃん、ルカ、どうしたの？急にごめんなさい。どうしてるかなって思って、様子を見に来たの。私の様子を？ええ。最近、あまり世界に顔を出さなくなっていたから。ほら、お仕事がなくなった原因を調べてみるって言ってたでしょ？それで、無理をしていないか少し心配だったの。そっか。ありがとう。心配してくれて。元気がないみたいだけど、もしかして何かあった？えっと、仕事が来なくなった原因は分かったんだ。だから、みんなにも共有しないとって思ってたんだけど。私でよければ、話を聞きましょうか。え？ふふ？アイドルは、笑顔じゃない人のことを放っておけないもの。話せば少しは気持ちが楽になるかもしれないし。どうかしら？ルカ。ありがとう。じゃあ、ちょっとだけ聞いてくれるかな？そう。柊さんとそんな話を。うん。アイドルは、ファンを照らし続ける責任がある。あの時の柊さんの言葉が、頭から離れないんだ。はるかちゃん。柊さんの言うことは、きっと正しい。私はアイドルを引退した時、たくさんのファンを悲しませたから。悲しませたなんて言葉じゃきっと足りない。たくさんの人から希望を奪ったんだ。確かに、その人の言うことは正しいのかもしれないわ。大好きだったものを失うのは、ファンにとってとても辛いことだと思う。でもね、アスランのはるかちゃんから希望を受け取った人がいるのも事実でしょ？アスランの私から？ええ。私が知ってる人にもいるのよ。はるかちゃんから希望をもらって、その希望で今も元気に走り続けてる人がね。それって、ふふ。はるかちゃんもわかるんじゃないかしら。私、アイドルを目指してまして、はるかちゃんみたいな。はるかちゃんは私にアイドルになるっていう夢をくれたよ。確かに、はるかちゃんが一度ステージに立てなくなったことで、傷ついてしまった人がいるのは事実。でも、それまでのはるかちゃんが、本気でお客さんに向き合って、今につながる希望を届けたのも、明日を頑張る希望を与えたのも、また事実なの。だから、それを受け取った人がいる限り、はるかちゃんが希望を届けた事実は、揺らぐことはないわ。
ルカ。でも、私は、それにね、たとえ折れてしまった過去があったからって、アイドルとしてダメだなんて私は思わない。だって、そんなはるかちゃんだからこそ、届けられた希望が絶対にあったはずだもの。私だから届けられた希望。ええ。思い出してみて。思いとどう向き合うかは長谷川さん次第だと思います。だけど、だからといって一人で苦しむ必要はないんです。苦しい時はいつでも頼ってください。私にできることは全力でやります。はるかちゃんが話に来てくれた日から一人でたくさん考えてみました。私の曲で誰かを傷つけてしまうことが怖くて、曲を作ること自体が苦しくなってしまいました。でも考えて考えて、私はどんなに苦しくても曲を作ることだけは諦めたくないと思いました。本当にありがとうございます、はるかちゃん。そうだ。あの時、私が長谷川さんにかけた言葉は、一度折れた私だったからこそ、伝えられた言葉だった。たとえ折れたとしても、もう一度立ち上がって、希望を届けるアイドルとして走り続けている。だからきっと、はるかちゃんはなれるわ。たくさんの人に希望を届け続けるアイドルに。ルカ。そうだね。柊さんは、一度折れたアイドルは、輝きを取り戻せたとしても、その先の保証がないって言ってた。確かに、保証なんてできないよね。私にできるのは、多分、誓うことだけなんだ。はるかちゃん。私は確かに一度折れたけど、だからこそ気づけたこととか得られたことがたくさんある。変えられない思いに気づいて、大切な仲間に出会って、それは全部あの時の経験がないと見えない景色で、そうやって折れた先で自分の力になるものに出会えたから。今の私は、モアモアジャンプの桐谷遥は、もう二度とアイドルとして折れないって誓う。もちろん、ファンを悲しませた過去は消えない。それでも、傷つけた人たちにも、もう一度希望を届けられるように、進んでいくしかないんだ。誰よりも希望を届け続けるアイドルになるために。そうね。ありがとう、ルカ。話を聞いてくれて。まだ具体的にどうすればいいかはわからないけど、まずはみのりたちに話してみるよ。ええ。それがいいと思うわ。私たちもそばで応援しているから。頑張ってね。